すいません。ちょっとそういった経験がないんで、わからないです。皆さん、こんばんは。バルちゃんです。いつも動画をご視聴いただき、ありがとうございます。さあ、今夜は、このチャンネル恒例の皆さんからいただいたコメントを紹介させていただければと思います。改めて、いつもたくさんのコメントをいただきまして、本当にありがとうございます。普段、私ジムに行って体を鍛えてるんですけども、体を鍛えてることに対しての嬉しいコメントであったり、あとはご指摘のあるコメントで、特に多いのがお腹かわいいねとか、かわいいお腹とか、お腹出てるねとか、ちょっとお腹系のコメントが結構あったので、最近はだいぶお腹に力を入れてトレーニングに励んでおります。で、それはいいとして、で今回は皆さんからいただいたコメントをですね、全て紹介できるわけではないんですけども、いただいたコメントの中で結構ニュアンスが似てるものが多かったものがあったので、ちょっとそれを紹介するのと、であとは一部ちょっとセクシーなコメントもですね、ご紹介できればなと思います。それではスタートです。それじゃあ一つ目いきます。ブルーのブリーフどこのですか？今日もね来てるんですよ。これAmazon で結構安価で発売している G ステーションっていうアンダーアーマーです。アンダーウェアです。ただですね、見えるかな？結構ね、パンツラインがここにあるので、結構お尻が食い込むんですよ。だから外で履くとちょっと恥ずかしいので、もう普段は部屋着とか、あとはジムで履いたりとかするぐらいなんですけども、安いですよ。おすすめします。ちなみに自分がこれ今履いてるショートパンツなんですけども、これよく下着と間違えられるんですけども、これは正式にはショートパンツになってます。フリーネタの時は下着で話すっていうことはないので、ちょっと Vlog とかね、時たま、チラ見せで下着はあったりはしますけどもこういった動画ではショートパンツちゃんと履いてますので安心してください。続いて、バルちゃんの体いつ見ても大好きです。露出も最近高めで嬉しい。ありがとうございます。自分の YouTube チャンネルのページを開いたら、肌色ばっかりでなんかもう露出が多いなと思うんですけども、でもね、今はもうこのタンクトップとショートパンツが私にとっての戦闘服なので、引き続きご愛願いただけると嬉しいなと思っております。ありがとうございます。肉厚なヒップかっこいいです。憧れです。このお尻かな、ケツデカ目指してこれからも頑張ってトレーニングしていきます。初コメさせていただきます。バルちゃんさん大好きです。韓国からの方ですね。ありがとうございます。結構このバルジャンチャンネルのいくつかある動画の中では外国語の字幕を含んでおりますので、もし見られている外国人の方で自分の母国語が出てないよっていう方がいらっしゃれば言ってもらえれば作り上げますのでまたコメントお待ちしております。ちなみに YouTube ってどういった方が視聴していただいているのかとかを見れるんですよ。 YouTube のアナリティクスっていうのがあって、でそこで外国の方であれば日本人は何パー視聴されてますよとか、韓国人の方は何パーでとか、そういうのが全部わかるんですよ。で、このバルチャンチャンネルの視聴者が多い国が、日本人の方が、だいたい 80%、8割ですね。で次に韓国の方です。でその次が、台湾の方、その次がアメリカの方で、確かその次がインドネシアで、あとタイとかでフランスの方も見ていただいてますね。なので一応それに合わせて字幕は順次作り上げておりますので、自分の国の字幕も作ってっていう方はリクエストお待ちしております。バルちゃんさん、メガネがとてもお似合いですね。
ありがとうございます。イプサスチ、ありがとうございます。私が普段使ってる化粧水がイプサアクアっていうのを使っておりまして、私も使ってるっていう方が数名いらっしゃいまして、なんか嬉しいですね。ただね、これちょっと気をつけてほしいのは、私普段近くに阪急梅田があるんですけども、そこで購入してまして、ただその買いに行くタイミングを逃してしまって、ちょっとお店に行けてなかったっていう時期があって、でその時にAmazon で購入しようと思って買ったんですよ。で届いたんですよ。で使ったらもう全然なんかね、水かっていうぐらいのものが届いてしまったんで、ちょっとね、そこはネットで購入するっていうのはマイナスポイントになるかなと思いますので、皆さんも気をつけてください。結構口コミとか見た方がいいと思います。私も購入した後に怪しいなって感じて口コミ見たら、これは偽物ですみたいな口コミがあったりとかしてたので、ちょっと気をつけた方がよろしいかと思います。体重100キロ、110キロを維持したいって言ってたような、そんなバルちゃんは食事どうしてるのか気になる。めっちゃ食うんやろうか。だいたい平均で1日5食してます。朝ごはんしかり。でお昼ご飯前に間食でおにぎり2つと。で、あとはお昼ご飯食べた後に、おやつでバナナとかおにぎりを食べたり、たまにピザマン食べたり。で、あとは、ジム前のウォーミングアップで食したり。ジム前にがっつり食べてしまうと消化不良で吐き気を起こしたりするので、軽めに消化にいいものを取り入れてます。刺身とかで、あとはジム終わってからメインの晩ご飯っていう感じで、だいたい平均5食ぐらい。お米が大好きなんで1日5合ぐらいは食してます。近所ならな、デートの申し込みをしたのに可愛いな、相変わらず。ありがとうございます。焼肉をおごっていただけるなら全然行きます。もうお肉大好きなんで、それにつられますので、はい、ぜひお申し込みお待ちしております。初めてコメントさせていただきます。ありがとうございます。個室サウナ豪華でびっくりしました。あとバルちゃんさんの体がさらに大きくなったような気がしました。いろいろありがとうございます。ありがとうございます。何よりこの体がでかくなったですねって言われるのがもうめちゃめちゃ褒め言葉で嬉しいです。もう素直にありがとうございます。あとね、ちょっと話それるんですけども、ちょっとこうセンシティブな内容なんですが、ある時のコメントでバルちゃんさんで抜きましたっていう方がいらしてて、それいただいた時は素直に嬉しかったです。自分のこの情けない状態でその人の一人でいたす時間として使ってもらえてたっていうのはなんかね、嬉しかったですね。それいただいた時は。だからといってたくさんそれをいただくとちょっとそれはそれで反応に困るんですけども、なんかこうグラビアアイドルの方とかってそういう気持ちなんかなとか思いましたね。はい、すいません。次行きましょう。今日も動画ありがとうございます。とんでもない。着ている服や下着のブランドとか教えてほしいです。これからも応援しています。オフ会とかも期待してます。いいですね。そうですね。着ている服や下着のブランドとかは、普段の私服はアーバンリサーチや、あとはノースフェイスで、スポーツウェアであればアンダーアーマーや、あとリフトさんとかも着てますね。で、下着はあんまりこだわりはないんですけど、でも自分は結構なんかブリーフとかそういったのがしっくりくるなと思ってまして、男性用下着で言えば、皆さんご存知のエッジさん、あれはずっと履いてますね。でもエッジさんはエッジっていう名前に変わる前、アッシーっていうブランドだったかな、その時から愛用してました。で、あとは G/3 さんもそうで、プロパガンダさんもそう、大体この3ブランド、愛用させていただいてます。そうで、あとオフ会ですね。オフ会はまだもう全然できるチャンネルの規模感ではないんですけども、後々ね、こうチャンネル登録者数とかも増えてって、がっちりとファンが根付いていただけるようでしたら、考えてみたいなと思います。
第1回目は私の家でやるっていうのもありですね。それではですね、ここからは以前動画に配信させていただいた体育教師と点々点について、これまで以上にたくさんのコメントをいただきまして、ちょっとその中からいくつかご紹介させていただければなと思います。素晴らしいお母さんですね。息子と母の関係がとても近代的でコミュニケーションがすごいと感じました。稀だと思います。いつまでも大切にしてください。ありがとうございます。結構ね、母との関係は、子供の時からそうなんですけども、なんかね、もう友人のような関係で、思春期とかでも父にはすごい反抗的だったんですけど、どちらかというと母はもうずっと仲良かったですね。本当にたわいもない話もそうで、結構ね、性の話とかもしてて、当時高校生の時とかは自分のんけだったんで、何々ちゃんが好きとかそういうのを母にも伝えてて、なんか見方によってはマザコンかって思われるかもしれないんですけども、自分はそういう感覚はなく、で母の性格上結構男勝りな感じがあって、サバサバしてるのもそうで喧嘩とかもするんですけども、でも毎週母がドライブが好きで、特にスポーツカー大好きなんですよ。4台ぐらい購入してたりしてて、でそれで大阪の箕面山とか舞島とか行って海眺めたり山見たりとか、そういうのをですねしてましたね。結構仲の良い親子関係です。ただね、母親は実はもう病気でちょっと他界してしまってまして、そうだから皆さんからいただいたお母ちゃんすごいねっていうコメントはもう天国にいる母にも伝わってるかと思いますが、多分喜んでます。続いていきます。おすすめに出てきたので初めて拝見しました。めちゃキュンキュンする話をなんで母親にすんだよってドキドキしながら聞きましたが、素敵なお母様、先生と再会してほしいです。続いて先生見てるかもよねっていうコメントもいただきました。その体育教師も今は元なんですけども、今でもちょくちょく連絡は取り合ってます。でこの動画を上げる前もその話はしております。話の中に学校が出てきたので勝手にね話すとプライバシーとかもありますけども、一応許可をもらって動画に上げました。ただもうその先生は今はもう当然教員は辞めてるんですけども、海外に住んでおりまして、で素敵なパートナーと幸せな時間を過ごしておりますので、私も心から応援しております。素敵なお話だなと思いました。これからの活動頑張ってください。口下手ですいません。全然そんなことないです。ありがとうございます。いやもうコメントいただくだけでも何よりです。結構動画を上げてから本当にこういったたくさんの嬉しいコメントをいただいて本当にありがとうございます。感謝しております。話の内容と下着の色が相まってマイクがバルちゃんの息子に見えてしまいました。はい、ということで、今回のコメント紹介は以上とさせていただきます。改めまして本当に皆さんたくさんのコメントをいただきましてありがとうございます。ただ皆さんからいただいたコメントはちゃんと私も目を通してまして、これからも引き続き応援いただけるとともに、またね忌憚のないコメントとかもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いします。そして登録者数も5000人突破ということで、こちらも合わせて感謝申し上げます。ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は以上となります。バイバーイ。